オラマイシャパどうもそうやです。旅人が素通りしがちで南米の中では退屈な国だと言われるパラグアイ。そんなパラグアイの印象を変えるためにパラグアイ人と一緒にパラグアイローカル旅の動画を作成。貧乏バックパッカーの出費をかなり抑えつつローカル感のある旅スタイル3部作の2発目。今回も前回と同じくリアルなバックパッカー旅をお楽しみやれ。例えば僕たちはねこんな感じでねヒッチハイクしながら一応ねご飯を食べてます。これからね次の目的地はヤクンダウっていうところなんですけど 7km らしいですね。この一直線が見えるでしょうか。とりあえずねめちゃめちゃ歩いて一回酒飲みのねお兄さんたちが乗せていってくれてなんとかね小さな町に到着しました。バイシャパーちょっとねもうちょっとね歩いていきたいと思います。はい、一応ねキャンプ場に到着しました。かなりローカルな場所です。1人20ボリビアーノで40ボリビアーノ払ってセット使ったりとか椅子があったりとかシャワーがあったりとかトイレがあったりとかする万能型のキャンプ場ですね。まあもうちょっと進んだら滝があったりします。今まで一緒に戦ってくれてありがとう。もうね靴下もねたくさん履き潰してねボロボロになったんでねもうねここですバイバイしたいと思います。チャオーさよならありがとう。今日の晩ご飯はこんな感じですね。パンを炊きました。混ぜ混ぜご飯とマンディオカひたすら食べている日本人とひたすら働いているパラグア人のコンビです。おいしい。おはようございます。基本的に朝はマテを飲むことから始まります。今日も私たちの関係は良好です。また食べれるものを発見して入手することができました。そして僕たちは滝に向かっています。ヤクンダウの滝。まあキャンプしたね会場からね約 2km ぐらいかな到着しましたね。サルトンヤクンダウ到着しました。マジかよ、これめちゃめちゃ穴場やんけ。イグアスの滝レベルやんけ。おおすごい壮大よなマジで。おお日本の三大滝負けてるんちゃうかぐらいのねレベルです。すっげえ。このねともそえチャンネルではねこういう穴場を紹介するのが日本語出てこうまあね皆さんねイグアスの滝だけでね満喫してる場合じゃないですよ。ニャクンダウサルトでニャクンダウ来てください。またね違った滝をね見ることができるんでね。マジで身ぶしぶきが気持ちいい。僕らがねセニョーラフロリンダのね家にね泊まらせてもらってた時にずっと雨降ってたんですよ。なんでこんだけね水も濁ってるしね水量もすごいです。そして虹がねあそこにね2つ見えるってね結構珍しいですよね。これねかなり力強い滝。漫画で例えたらスラムダンクのゴリかな。路面がだいぶ悪いんでね結構しんどかったですねこの道を下ってくるのは。でこんな感じの場所にたどり着きました。ハクーナマタタ。おーなかなかの絶景ですね。ここからの眺めも素晴らしい。はい、これが高さ 40m 長さ 100m のローカルなパラグアイの滝でした。ここまで来て満足したので戻りたいと思います。いつもね金魚の糞ではねダメなんですよ。こうやってね足場が悪い時こそ男がね先に進んで女の子のね前をね先に進んで自分がねちょっとね率先してね先に進んでなんかね日本語が出てこないんですよね海外にずっといたらまあこんな感じでね僕が先に進むことによってどの足場が悪いかとかそういうのが彼女がね分かると思うんで男がね率先して先に進むべきです。あかん、いつの間にかまた金魚の風になってしまっている。まあ彼女に先行ってもらおう。そんな頑張らんでも。今度はポケモンのナッシーみたいなんですけどあれねパパイヤの木なんですよ。パパイヤを入手することができました10分15分ぐらい歩いてまあね運よくねヒッチハイク成功しました。マジでねこの道ね
果てしないんで、なかなかヒッチハイクが捕まらないので、現地人の家で休ませてもらってます。ほらー、バイシャパー。3 días por ahí hay que ir. さっきの家族が大通りまでね結局送ってくれたんで、次は大通りでヒッチハイクをしています。パンを食べながら。美味しい。こんな感じのねところにね乗らせてもらうこともね全然余裕であります。現在はこんな感じでねシウダーデルエステに到着したんで、バスターミナルにいるんですよ。でバスターミナルでねここでついに初のね外食をしようかなと考えています。なかなかずっとねもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、パラグアイ来て1回ぐらいしか外食してないですからね、マジで。私たちの旅に乾杯。パンがついてこんな感じのプレート、30ミルペソ。ノトレインタミルグアラニ同じメニュー頼んだのに自分は米で、エリちゃんの方はまさかのサラダでした。サラダです。同じもの頼んだのにちょっとメニューがちゃうっていうね。そして本日僕たちはこの場所に寝ることになるのである。バスターミナルで寝るのはねもう慣れたようなもんです。ってことでおやすみなさい。とりあえずねおはようございます。朝の5時までは寝させてねもらいましたわ。まあでもなんか移動しろ言われたんで一室の方にね移動したいと思います。充電もバッチリです。ちなみにね Wi-Fi を使うことはできなかったんですけど、トイレはね向こうの方行ったらなぜかね無料で使うことができました。まあ日によるかもしれないですけどね。今日はねシウダーデルエステを少しずつ観光していくよ。まずはチペリア・ミア・ブエラから。朝ごはん専門のお店とかなんか適当なこと言ったけど、まあカフェとかパンとかケーキとかいろんなものを食べることができるようなお店です。チペリアというお店なんでいろんなねチパをねちょっとね購入して試したいと思っています。内装かなりおしゃれな感じです。サルーチン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 の形してるんで前に食べたチパと比べたら食感はこっちの方が好きですね。ほんでもってねいつも通りチーズ味が美味しい。歩いてたらまさかのねモスクを発見しました。中央アジアの旅をね思い出しますね。モスク、カルネが入っているチパですね。 SS チパtambién。はい、こちらに見えるのがカテドラルサンブラス。堂々とした感じでいいですね。やばいっすね。一気になんか大都会になりました。なんか心斎橋思い出したわ。急に大都会になったぞ。ちなみにシウダーデルエステは結構電化製品とかかなり売られてて、東京、日本のね秋葉原ってね呼ばれてるみたいですね。この道をずっとねまっすぐ行って橋を渡ったらブラジルに行くことができます。日本の東京の秋葉原感じるかな。釣りしにでも行っちゃう。こういう感じの場所で水道水を汲んでお水を無料で補給します。ください。まさかのハードロックカフェあるんですか。ここパラグアイの首都ちゃうよ。ハードロックカフェあるんですかこっちがパラグアイのシウダーデルエステ、そしてこの川が国境ですね。でこっちがねブラジルです。で向こうがアルゼンチンです。そんな感じの位置づけ。橋を渡りきって到着しました。ブラジル入港。おもろいっすね。ブラジルに入って一気にまたね雰囲気変わりました。これねポルトガル語になるんですよ。ブラジルはスペイン語じゃなくて。なんでね自分もね全然わからないっす。1時間半バス待っています。バスに乗って到着したんですけど、ここでねイタイプダムっていうすごいねでかいダムを見ることができるんですよ。ただブラジル側なんですけど、こうブラジル側ね意外とね料金高かった。
料金高いですね。これはねちょっとね僕らのね調査不足っすわ。なんでパラグアイ側から見たら無料で見ることができるんですよ。なんでちょっとケチケチしてるかもしれないですけど、2人ともまあ無料で見れるパラグアイ側の方に行こうか戻ろうかってなってます今。すごいですね。そんなこんなんでね、とりあえずパラグアイ側のイタイプダムに到着したんですよ。なんとやっぱりね無料でしたね。でツーリスト案内みたいな観光案内所みたいなのがあって、そこまで新国ガラニで行けて、そっからやばいめっちゃあるかなあかんと思ったら、まさかのそっからなんか送迎バスみたいなのがあって、まあなんとかうまいこと来れました。世界トップクラスの発電実績を誇る南米パラグアイにあるイタイプダム。発電容量は中国の三峡ダムに次ぐ世界第2位。年間発電実績では年によって中国の三峡ダムを上回り、世界一位を記録することもあるパラグアイが誇る世界最大級のダムである。ダムの全長は約 7.2km から 8km、 高さは約 196m に及ぶ。建設に使用されたコンクリートの量はパナマ運河の建設量を上回るとのこと。こんにちは。こんにちは。やっぱソフトクリームはどこの国で食べても美味しいですね。買い出し終わりました。まあとりあえずね駅に向かって荷物を回収したいと思います。毎日がピクニック感覚で楽しいですね。パッカーン。夜間のヒッチハイクはねやっぱねなかなかしんどいっすね。なかなか車止まってくれませんわ。しかも車もね結構たくさんいるんでね場所が悪いかもしれん。とりあえずねヒッチハイクをねなんとかね使ってついにねコロニア・ポネーサイグアス居住区にやってきました。日本人から大人気の場所ですね。とりあえずまずはじめにね日本語を見つけましたね。いろいろ書かれてます。で日本人から大人気の日本人宿2つあるんですよ。ペンション園田と民宿小林っていうのがあって、で基本的にみんなねどちらかの派閥みたいに分かれるとかなんかそんなんね見たことあるんですけど、行きたいっちゃ行きたいですよね。ほんで今日イグアス居住区来てるんで近くにペンション園田があるんですよ。まあただね時間も遅いし、なんかねこんな遅い時間にねチェックイン行ってもなんかあれかなみたいな、なんかあれかなというよりかは正直ねちょっとお金浮かしたいみたいな、節約したいってところあるんで、まあ今日はちょっとね近くでテント張ってキャンプしようかなって考えています。正真正銘のイグアスですね。まあこんな感じでね鳥居があったりするんですけど、もうねこの街の様子に関しては明日ねちょっとねゆっくりね散策したいと思います。ペンション園田も民宿小林もそんなにね一泊のね料金ね高くはないんですよね。じゃあ行けよって思うけどねやっぱりちょっと節約したいんよな。節約できるところは節約したいんよな。この村自体はかなり安全で超トランキーロな場所なんで、まあねせっかくなんでね節約して。昨日はねバスターミナルで寝たし、今日もねたくさん歩いたんでマジで疲れていますってことでおやすみなさい。おはようございます。思いっきり寝たろうと思ったけどまだ9時半ですね。まあ朝起こされたのでとりあえずね朝ごはん食べたいと思います。おはようございます。おはようございます。イグアス居住区に来てまさかのね日本人宿に泊まらん日本人とかってなかなかいないですよね。こんな感じでねサンドイッチを作って朝ごはんを食べます。でねちょっとどうでもいいことかもしれないですけどね、これマヨネーズなんですけどね、マヨネーズをねこうやって普通ここで開けるじゃないですか。こういう開け方する人初めて見ましたよね。ここねナイフでピッて切ってここからちょこちょこって出るような感じ。この人寝ながらサンドイッチ食べてましたなかなか器用やな。イグアス居住区にはこうやってね一応教会もあります。そしてその横に市役所のようなアソシアシオンなんとかっていう場所があるんですよ。ここでねちょっとねこの街のことを教えてもらうことができます。知らんけどアソシアシオンなんとかと思ってた場所はまさかの幼稚園でした。そしてこの横にも教会さあ
アソシアションなんとかを探します。はい、到着したよ。イグアス日本人会アソシアションハポネーサーイグアスでした。アソシアションなんとか言ってたんですけど、そのなんとかの部分はまさかのハポネーサーでした。アソシアションハポネーサーイグアス、なんかね、美術館と思ってたら違いましたね。市役所の場所でしたね。トイレを借りることができたし、荷物も置けることができたし、僕は満足しています。それにしてもね、すごい穏やかなね、街でね、暇ですね。そんでもって卓王寺という、神社みたいな場所なんですけど、神社みたいな場所にやってきました。散歩です。個人的な感情で言うと、京都に来たような気分です。僕の動画を見ている視聴者さんが幸せになりますように、幸せを願って。お店散策してるんですけどね、こんな感じでね、日本のね食べ物とかを入手することもできますね。カレールーとかも置いてます。バックパッカーで自炊する人で日本食がね恋しくなった時は、このお店に来たら結構ねいろんなねものがね揃ってるよ。本当に逆にこういうの気になってくるわ。なんやねんこれ、ベジタリアンカレー。僕たちが基本食べる巻き寿司ってこんな感じですよね。彼女にはね、なんかね、アボカドとかチーズとかは僕たちはほんまは使わんよってね、説明しました。これね、海外の巻き寿司あるあるって基本アボカドとかチーズとか使いがちなんで、そんなね日本の食べ物ね安いことはないんで、ちょっとねケチってあんまり買わんかったです。乾杯。はい、現在イグアス居住区の中心区プラザに来ております。そしてのんびりまったりしちゃってるよ。見てこれ、一応これねボディタッチしてくれてるんで僕に気があるっていう証拠です。このでっかい槍よなんで足におるはい、この街のチェックポイント、重要なチェックポイント、最後の見どころはここ道の駅です。日本のものとパラグアイのものが融合された道の駅ですとしか言いようがないですね。さあ、道の駅を見終わったということで、民宿小林さんの方へね向かいたいと思います。もちろんここからはヒッチハイクしますよ。なかなかしんどいですね。車が捕まりません。みんなねスピード出してるんで。めっちゃ暑かった。とりあえずねなかなか手こずりましたね、ヒッチハイク。それにしてもね何もない場所です。そしてこの先に日本人バックパッカーから大人気のペンションじゃなくて民宿小林さんがあります。初日の晩ご飯はこんな感じ。天ぷら、おそばとたけのこご飯。噂通りかなり美味しい日本食。天ぷらそばもたけのこご飯も海外では初めて食べたわ。さらにサラダだけじゃなくてまさかの筑前煮。仕上げは黒ごまプリンで。おはようございます。ぐっすり眠ることができましたね。民宿小林さん、居心地かなり最高です。とにかく動物が多くてねすごいね居心地いいですね。朝ごはんの時間がやってきました。もちろん朝ごはんなんでね、味噌汁と卵かけご飯、生卵とキムチと、最高ですね、最高ですね、最高ですね。でね、他に宿泊客はいないのでね、昨日の晩と同じで僕らだけで朝食を食べます。久しぶりの卵かけご飯、最高してきますね。¿Cómo te sientes? ¿Comida japonesa? 大丈夫？おいしい。おいしい。大丈夫ですか？おいしいです。おいしいです。私もおいしいです。最高ですね。今外でねタッチションしてるんですけど、ツレションになりました。民宿小林さんの上からの眺めはこんな感じ。これねだいぶ田舎っていうのがわかるはずで、この場所で僕たちはマテを飲みます。おい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 、発情すんな、発情すんな。おいおい、発情すんなよ。何してるん。やばいってやばいってやばいって。どうした、やばいって。どうした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 。おい、チュパンナチュパンナ
こんな感じの様子ですね。あ、終わった。かわいい、めっちゃかわいい。犬いっぱい。犬ワンちゃん。民宿小林さんは結構ね、位置的にはね、すごいね、田舎のところにあるんで、結構暇なんですよ、滞在してる時なんでね。こういうの食べたりして、まあのんびりね、マテを飲みながら過ごします。まさかの僕らの目の前でおしっこしたしゃあない奴らやな、マジで。ちなみに僕ね、一時高知県に住んでたことがあって、高知県の方言って何々やきって言うんですよ。これ何々やきみたいな、何々やけんとかをやきって言うんですよね。今日の晩ご飯はすき焼きです。すき焼きだけじゃなくて生魚、お刺身もあるっていうのがテンション上がりますね。すき焼きが完成しました。美味しそうですね。パラグアイ人はやっぱり生卵ちょっと難しいかもしれません。コモテシェンテス。ラロですね。お刺身も食べてください。まさかのすき焼きにわさびを入れました。好き？わさび。ごちそうさまでした。いや、控えめに言ってね、かなり最強マイルーでしたね、すき焼き。でね、お刺身もね、美味しかったです。彼女がね、生魚ね、食べれないと思って、僕ね、お刺身ね、彼女の分もね、食べれるんかなと思ったら、彼女もね、全部刺身食べましたわ。梅干しも食べたし、しっかりちゃんと食べてましたね。みんなね、しっかりちゃんと残さずに食べました。美味しかったです。マジですき焼きほんまに大好き。すき焼き。あ、これね、土佐弁です。すき焼きと。朝ごはんはこんな感じの超豪華な雰囲気の日本の朝ごはんって感じです。納豆を試すことができます。エリザベスちゃん初納豆。プロベチョー。Presentes. ¿Estás bien? ¿Cómo es? Ororo, ¿cómo? No, el olor está bien. Ororo, ¿estás bien? Ajá. ¿Sabor? Sabor, sí, también por ahí le falta, no sé, sal, pimienta, algo. Algo. Pero la base está bien. よかった、美味しそうに納豆を食べてます。お、すごい。納豆を食べる外国人初めて見た。ごちそうさまでした。お腹も満腹ですね。で、まあ今日ちょっとね、チェックアウトなんですよ。で、まあチェックアウトというのもチェックアウトの時間ないんか。まあ昼までゆっくりして、まあここを出発したいと思います。で、まあちょっと余談なんですけど、今日ね、朝ね、起きたらね、エリザベスがね、上に乗っかって首筋をめっちゃね、噛んでたんですよ。キスマーク結構残ってるかな。すごい心配なんやけど、キスマーク。で、まあちょっとね、この後ね、ちょっとね、のんびり休憩したいと思います。あ、枕一応これ移動しといた方がいいな、枕を。こっちに。こう移動しといた方がいいですね。民宿小林さんでね、かなりのんびりさせていただきました。そして僕らの旅は続きます。まずはね、ヒッチハイクから始まりますよ。民宿小林さん、本当にね、居心地が良くてね、最高でしたね。確実にまたね、戻ってきたような場所です。そして次はね、彼女のおばさんの家に泊まらせてもらう予定になってるんですよ。なんでね、個人のね、家なんでね、あんまり動画撮影はできそうないですね。ヒッチハイク2回で目的地のね、カグアスに到着しました。まあ、なかなか手こずりましたね。手こずったよ。よかった。まあほんまに優しいですね、みんな。民宿小林で出会ったふみこさんからアンパンをいただきました。ふみこさんありがとうございます。こんな感じのグワヤバヤを拾って、こんな感じでね、煮詰めてますね。そしてカグアスという町に数日間滞在させてもらい、現地人が作るかなりローカルな料理をたくさん食べることができました。そして料理を味わうことだけじゃなくて、ビールやテレレを飲みながらのんびり過ごすことができました。今ね、その辺に生えてたキノコを取って食べました。毒キノコだったらどうしよう。
美味しい美味しい。美味しい。今日はねちょっとね単独行動してますね。まあ彼女ちょっとね用事があるみたいな感じでちょっと一旦家戻りました。ほんで今日は僕はね単独行動で推してるね拾って食べながらヒッチハイクしながらラ・クルメナっていうところに向かっています。ラ・クルメナはね一応コロディア・ハポネサ言うて日本人の居住区なんですよ。イグアスみたいなもんで一応パラグアイでね一番最初のなんか日本人居住区かな。とりあえずねラ・クルメナの町ね到着しましたね。まあ普通に何にもないような田舎町、歩く距離がねたくさんって感じかな。まずねもうお金がないんで銀行行ってねお金を下ろしたいと思います。一応こんな感じの田舎でもねキャッシングすることができます。はい、学校発見。まあさすがにね学校の中にね不法侵入することはできません。まあ外側からの様子はこんな感じで、まあこんな感じでね道路を僕はね一人で歩いてるよ。ソフトクリームはまさかの100円以下。風船グアラには安いな。セントロ到着しました。でねセロベラまでは10キロ、セロアピラグア7キロ、サルトクリスタル24キロ。サルトクリスタルがね結構ねいい感じのね滝っぽいんですよね。足がないんでねなかなか行こうにもね大変なんですけど、まあおすすめらしいです。でこんな感じでツーリストインフォメーション的なやつあったりとか、セーフのね建物があったりとか、まあいわゆるね中央公園なんですよ。中央公園の周りにいろんなものがあるとしか言いようがない。見どころも特になく、ほんまになんか食材の調達だけで終わりそうなんでどうしようかな、これ以上取ることもないかな。まあとりあえずねパンとゆで卵を持ってきました。そして公園で飲むコーヒーがうまいんだよ。とにかくなんか日本っぽいところを見つけなあかんと思ってたどり着いたのがこちら、ラ・クルメナプラサドクター国と宮坂。まあ普通の公園ですね。これ見て、意外とこういうの見るの初めてかもしれん。でっかい木の上にねサボテンが生えてる。木の枝からサボテンが生えてる。なかなかない景色ちゃう？知らんけど。いやどうだろう、あるんかな。まあちょいちょい動画撮影したんですけど、なんかねほんまにねおっさんのね歩行動画みたいな感じになってるんで、もうね特に撮れ高ないんでね、まあ、別にもういいかなここは。そんな感じですね。とりあえずね買いたいもの買って、まあちょっとねベンチで休憩してって感じでおしまいです。この街に関しては、ラ・クルメナに関してはまあそんな時もありますよ。マジでね日本人居住区ってねこれほんまねどっちかに分かれると思うんですけど、ほんまに好きな人は多分みんな好きなんですよ。ただ僕はねなんかねいまいちね正直な話楽しみ方があんまりね分からんというか、まあね全然ね要所要所で日本人と話したりとかまた違った景色見れたりとか、そういう楽しみ方はあるんですけど、トータルで考えた時に面白いかどうかで言われたらって感じなんですよね。まあこれ意見ほんまどっちかに分かれると思います。これ僕の正直な感想です。日本人居住区で心の底から楽しめたことはあんまりないかな。タイミングが悪かったんかな。ラ・クルメナ日本居住区の割にはお寿司とかアンパンとかそういう日本食とか全然見んかったな。ドーナツ食べてます。てかこのアリねでかすぎんほんまアリがでかすぎるってね海外あるあるなんよ。なかなかね車が捕まりません。ヒッチハイクイエーイ。俺だけやテンション上がってるの。まあこんな感じでねヒッチハイクね待ってます。サッカーボールで遊びながら。子供たちがねかわいそうって言ってくれて僕のためにねパンくれました。アグイジェーイエーイ。こんな感じでねついにテレレまでいただきました。ありがとう。テレレはねパラグアイではねもう友好の証なんですよ。そして僕たちの旅はまだまだ続く。レッツゴーレッツゴーヤハマヤハブー。今日も京都でヒッチハイクでねスタートで
次回ともそやチャンネル。バックパッカーがパラグアイのローカル地を堪能。安定のヒッチハイク、キャンプ飯、現地人との交流を繰り返しつつ、どんどんとパラグアイのローカルな場所を駆け巡るトモソーヤとエリザベス。次回は3部作の最終回。最高、乾杯。